自分では何をやったらいいかわからないっていうことがいろいろ他のセミナーに行って勉強したりして他業種のセミナーだったんですけど高いお金というか払って勉強行きましたけど一体この治療業界の何を当てはめて一体行動レベルで何をやっていったらいいかっていうのがわからなかったっていうのがありますね。はい。自分で思いつく行動をやるしかなかったですね。そんなにいい結果は出ませんでした。増田先生が実際に治療をやっている治療家だということと結果を出していらっしゃる先生だというところですね。はい。他にもいっぱいあるじゃないですか。なんでここやったんですか？それに対して。ブログを見たりとかあとセミナーでお会いしてお話しさせていただいたのとあとは自分が先生のチラシを使って結果が出たところですね。だったらもっと深いところを勉強していったら結果が出ると思ったからです。治療科の先生方に特化しているというところとあとは細かい行動レベルで行動レベルのお話を何をやったらいいか一個一個細かく教えてくれるところが違うと思います。そうですね本当に何をやったらいいかが分かんないと思います。これが当たるかとかこれが当たらないかとか考える前に先生にマッサージ塾に来て何をやったらいいかっていうのは全部100個ぐらいあるんですよ1個の塾で教わることが。それを次の塾までに10個やってきたら絶対 1.5 倍には上がるしその次の月にはもう2倍3倍に上がっていくと思うのでとにかくさらの状態で先生に教わるっていうつもりでそれをそのまま行動するっていうつもりで来たらいいんじゃないかなって思います。ありがとうございました。じゃあ今後ともどうぞよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。売上が伸び悩んでいて悶々とした日々を院内で送ってました。悶々としてるってどういうことですか？具体的に具体的にというと、お客さんが来なくて電話を待っている状況ですね。はい。ホームページを作ったりブログを書いたりして、また口コミサイトとかに登録してネットからの集客を主に集中してやってました。そうしてパソコンでいろいろなんていうのか売り上げ上げるための探していた時に増田先生のブログを動画で見てそれでその魂というか情熱を感じてここだったら自分がやる気になってスイッチが入ってやれるんじゃないかなと思ったんで勇気を出して行ってみました。やはり体験者のここにいる方々のそのやる気というか、その人たちのこの言ってることそれから目つきですよね。目の輝きというかすごく燃えていて楽しそうな雰囲気があったんでまるでコンサートが終わった後のかのようになんかフィーバーした感じがあったんで入りたかったんでやりました。人生の中で、大きい仕事って一つしかできないと思うんです。でその仕事を今してると思うんですよね。でそれを本当にやる気あって結果出したいんだったらばやっぱり増田塾に入って、ここに入れば本当に行動するエンジンがすごい魔法にかかったように走り始めるのでぜひ自分を命をかけて通してほしいと思います。そうするともう本当に日々がドミノ倒しのように変わっていくと思いますので、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。まず新規が来ないのと継続する人が少ない、リピートがあまり取れないし
1ヶ月のその先の予約も取れないので、売り上げの予定が立たなかった、生活ができない。チラシをまいたんですけど全く反応なしで、ブログも書いててもなんかあまりうまく書けないので反応がないし、見てる人が少ないかったっていうのと、あと本当になんていうんですかね、治療さえうまければこう繁盛するっていうその学校の教えがあったので、その治療技術を毎週磨きに行ったりだとかっていうことでやってても、結局右肩下がりになっていく、微妙にこう下がってきてて、生活ができないレベルまで来てしまう。増田先生が最初にセミナー開かれた時に、そのセミナーを実際ちょっと受けたことを実際素直にやってみて、そしたら1ヶ月後の予約が取れるようになったんですね。でそれでちょっともっとやったらもっと売り上げ上がってくるかな、リピートももっと上がってくるかなっていうので来ました。他のコンサルティングやってる人にもやっぱり頼んだりとかってこう見てはいたんですけれども、やっぱり治療家じゃないんで、その治療業界のことを全然知らない方だったので、これやればいいじゃんって言って実際やってみても的外れなんで、売り上げが結局上がらなかったし、お金払ってるだけでマイナスだった。正直自分もお金をそう支払うっていうことに対して高い金額だったので、自分にとってもその当時すごく怖かったんですけれども、逆に確信めいた実践すれば成功するっていう経験があったので、余計に成功できるかなっていうので今前進して、比較的美味しいご飯も食べてるというか、っていうのがあるので、じゃあ迷ってそうやってて、自分のと同じように低所得で本当に年収200万いかなかったです。そういう状態で生活できないっていうんだったら、じゃあ専攻としてもやった方がいいんじゃないって今は自分は正直思います。ありがとうございました。いえいえ、よろしくお願いいたします。すいません。そうですね、僕は鍼灸師なんですけど、自宅で鍼灸院を開業してるんですね。でとにかく患者が来ない、で待てど暮らせど来ないで、他の先生に言わせれば、技術さえ磨いてれば必ず患者は増えるとか、自然と勝手に増えるからそれを期待して待てど暮らせど来なかったですね。もう思いつくことはほとんどやったと思うんですけど、ポスティングやったり、ホームページ、ブログ、あとは便所掃除、それに玄関きれいにした方がいいといえば玄関きれいにしたし、であっちにあれ置いた方がいいよとか、こっちにあれ置いた方がいいよとか、もうそんなありとあらゆることをやってましたね。ここに来てですね、ですね、車で言えばガソリンをめちゃめちゃもらえたみたいな感じですね。動くパワーというか、多分エンジンはあったんですけど、その中にガソリンが入ってないで、多分溢れるぐらいガソリンをくれるんですね、ここは。まず一つにやっぱり
仲間が素晴らしい仲間がいるっていうのが一つ挙げられると思いますね。で、同じような悩みを抱えてで同じような目標に向かっているので、なのですごく、話が合いますし、で同じ方向に向かっている、なんかすぐ仲良くなれるみたいな。で全然業種は違うんですけど、で主義も全然違うことをやってるんですけど、でも話が合う。でやっぱりこう仲間であり、ライバルであるので、やっぱり他の同じところからスタートしたにもかかわらず、やっぱり売り上げが伸びなければ悔しいですし、でそれに負けないように頑張らなければいけないと思いますし、でそれ売り上げ上げるためにはやっぱり行動しないといけないんだなっていう。であとは周りもやってるので自分もやらねばいけないっていう、でそこに引っ張られるっていうこともあると思いますね。はい。そうですね、多分きっとこの今動画を見てる人たちは多分やる気はあると思うんですね。これを見てるぐらいなんで。だけど何をやっていいかわからないと思うんですよ。でどういうふうにしていいかっていうのは多分わからないと思うんですね。で僕もそうだったんですね。だからなんか玄関掃除してみたり便所掃除してみたりしてたと思うんですけど、だけどここに来ればその答えがもうゴロゴロしてるんですね。でその答えをですねチョイスするのは自分自身なんで、その答えはみんなが必ず教えてくれるので、自分ができるできることをチョイスして、あとはやるだけっていうところですかね。はい。ありがとうございました。じゃあ今後ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ですね、もう具体的に言うと、もう売り上げが10万円切るようなもう高校生ぐらいのバイトのぐらいのだったんですね。で、もうその時に家庭不和ですね。家庭崩壊ですね。もういつも怒鳴られてみたいな感じで、嫁に。それなりの対応というかブログとかチラシですよね、そういうホームページとかも一応持ってるんですけど全く機能してなかったんで、僕は階段上がって3階にある治療院なんですけど、すごく便も良くなくてなすすべないのでどうしたもんかなというのでもう困ってました。行動力がもう全てですね。周りの仲間たちやマサ先生の授業ともそうですし、あとのフォローのいただくメールとかもそうなんですけども、そういうのでもうやるしかないみたいな、逃げれないというか、はい、そういうような感じで。やっぱりね、先生の教え方といいますか、その取り組み方っていうんですかね、よく言われるのが先生だけじゃなくてみんなを稼がせたいんだっていうその思いですね。それでやっぱりじゃあ僕もとかいう感じですね。他に何かありますか？他ですか。結構セミナーだけじゃなくてメーリングリストっていうのがあるんですけども、その中でいろいろ自分の愚痴であるとか悩みであるとか、そういうのを書くことによって他の仲間たちがアドバイスいただいたりとか、もちろんマサ先生からもアドバイスもらえるし、結構一人で悩んでなくてもうそれが10倍20倍ぐらいの力になって、はい、僕もマッサージ塾入る時に恥ずかしい話、親に金借りてるんですよ結構だからそうやって悩んでる人たくさんおると思うんですけど、僕は今親に頭下げて借りたことに後悔はしてないんですね。むしろ逆に借りてよかったなと思ってますんで、ぜひそれぐらいの気持ちでですね取り組んでもらったらいいかなと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お疲れ様でした。はい。ですね、開業して1年半ぐらいだったんですけど、とにかく売り上げが上がらないのと、あと生活成り立たないんで、家族がいますんで、
そのことで喧嘩ですね、夫婦喧嘩頻発しておりました。はい。そうですね、やっぱお金ないんで、なるべくお金かけないように、宣伝というか、ネットですかね、パソコンの前に座ってカタ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 、全然でしたね。はい。出なかったですね。まずそうですね、意識が変わって、こうだからこう行動すればこうなるんだみたいな、今はほぼその思い通り行動が起こせるし、もう結果が出せるようになってきてます。失礼ですけど、なんていうんですかね、いい話じゃないですけど、いい話じゃない。他のセミナーはすごい心地がいいあれですね、話をしてくれるんですけど、正直心地悪いというか、リアルなんで、でもその通りやっぱ聞き入れて納得してやると、結果が出てしまう。僕はお世話になって1年になるんですけど、生活がはっきり激変しました。いやらしい話、収入は4倍ぐらいになってますし、それで家族の方もニコニコしてますし、父親としての威厳っていうのも家庭で、気持ちよく保たれてますし、子供も尊敬してくれるし、スタッフも5人ほど雇うことが今できてるんですけど、楽しいです。はっきり言って一人の時と比べて。はい。ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくよろしくお願いします。お疲れ様でした。まず新規が少ない、新刊が少ないで売り上げが少ない、というところね、まずは単純に食べていけないですよね。はい本読んだりだとか、ネットで調べれる情報を調べたりだとか、そんな感じですけどね。マインドが強くなりますね。具体的にどういうことですか？自分の気持ち、テクニックも大切は大切ですけど、やっぱりそのマインドのところが大きく変わってきますね。増田塾は、テクニック的なことは、はっきり言ってあんまり言わないですよね。で難しいその細かいデータ的なこともあんまり言わないんで、マインド的な話が多いですけど、でも結局売り上げ上がっていくようになったのは、そのマインドが強くなれば売り上げが上がっていくようになったっていうところですね。それは他にはないんですか？他のはね、一瞬上がるんですけど持続しないですね、基本的に。そうですね、多分結構最近その治療家向けのセミナーであったりだとか、テクニック的なこととか、教材とかもいっぱい出てると思うんですけど、それでもし売り上げが上がらなかったりだとか、あまりなんか合わないなとか、実際売り上げ上がらないことが一番合ってないことだと思うんですけども、そうした時に増田塾に来ていただいてマインドを強くすれば一気に売り上げが変わってくるっていうことが多分分かると思うので、一度試していただけると分かりやすいかなと思いますよね。わかりました。いつもお疲れ様でした。ありがとうございました。どうやって広めたらいいか、店がないので分かりませんでした。
ポスティングも500件配ってあんなに配ったのに全然来ないって思ってました。気持ちが強くなりました。そのことによって何が起こりましたか？収入が上がりました。増田先生が面白かったからです。どういうふうに面白かったんですか？人がやらないことをこう平気でやってるから。なるほど。そのことによって常藤先生にどういう効果がありましたか？なんか私も入れるかなみたいな。人生を変えようと本気で思ったら、来た方がいいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ここに来るまでは整体を始めたけれども全然売り上げが上がらないし、その集客がまるで分からなかったので、じっとサロンで耐えてたって感じです。ここに来るまではその他のお世話になっている先生から、ホームページを作って3ヶ月はこう上がるまでは我慢しないといけないよっていう感じで言われてたんですけど、その何ヶ月も待っても上がんないで、よくよく考えればその教えていただいた先生方っていうのはもう10年も5年も10年も先にやってる方なので、その頃はきっとホームページさえ作れば集客できてたんだと思うんですね。ただやっぱり今はそのホームページだけでは集客できないっていうことが分からなかったんですね。で自分なりにチラシも作ってポスティングもしたこともあったんですけれども、そのまるでそのチラシ自体がいいチラシではなくて、そのポスティングする枚数も全然少なかったので、やっぱり一件もなくて、でやっぱりチラシはダメなんだってそこで終わっていたっていう感じですね。まず何をしたらいいかがすごくよく分かったので、そのするべきことが分かって行動がもうできたということですね。今までは何をしていいか分からなかったので動けなかったっていうのがありますね。最初はすごく悩みました。で先生もなんか怖そうな方だったし、やっぱり整体のセミナーっていうか、その整体関係っていうのは男の方が多いじゃないですか。なのでその中に入るっていう勇気も最初は湧かなかったっていうのがありますね。でももう自分自体がもう崖っぷちもいいとこだったので、もうここでお願いするしかないっていう思いでしたね。だからあの時に入らなかったら今自分はきっとなかったと思いますね。なかったどころか本当にもうゼロどころではないですね。自己破産してると思います。本当私も最初はすごく迷いました。でセミナー出るのもすごく迷いました。で売り上げが上がらない時っていうのはやっぱり自分にすごく自信がなくて不安だらけになっちゃってるので、一歩出すのにすごく勇気がいると思うんですけれども、この塾に入るとやっぱり中にいる先生方もとても優しいっていう言い方は変かもしれないんですけど、すごく力になってくれる。で自分の、売り上げも上がるような方向に自分の気持ちを持っていける。で塾自体はやっぱりいろいろきついことも言われますけれども、でもそれが糧になって自分が動けるので、やっぱり自分がなかなか動けない人も塾には入るべきだと思いますね。ありがとうございました。また今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。